デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカジューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回のテーマは三鷹にあるジブリ美術館の模写になります。イラストの色自体はジブリ美術館に売っているイラストの色を見本に彩色しています。そのイラストがめちゃくちゃ良くて、実際に行った方は見ていただければ、ググってもちょっとは見れるんですけど、実際の売っているものとはやっぱりちょっとね、画像のクオリティが落ちるんで、できればものを見てもらいたいなっていう感じです。その印象がすごい良かったんで、それに合わせて描こうと思って今回こういう感じに作業いたしました。何年かぶりに美術館行ったんですけど、またなんか変わってましたね、内容が。すごく楽しかったです。時間もね、3時間ちょっといましたね。家族5人で行ったんですけど、すごく楽しめました。上映作品は毛虫のボロっていう宮崎さんが監督されている短編、14分ぐらいの短編なんですけど、それも非常に見応えがあるっていうか、すごくね、なんていうんですかね、さすが早尾さんって感じですね。内容はネタバレになっちゃうんで、ぜひ劇場でっていうかジブリ美術館で見てください。美術はおそらく竹重さんだと思います。ところどころ竹重節みたいなのが出てたので、ものすごい見応えのある美術になってますんで、美術の方も見応えかなと思います。で、僕ちょっと帰りにブルーレイを購入したんですよ。で、タイトルは蛍の墓なんですけど、子供が見たいっていうんで買いました。なかなかね、金曜ロードショーとかでもやらないので、見たことないっていうので、じゃあ買うかと思って買ったんですけど、ブルーレイめちゃくちゃおすすめですね。理由は色ですね。鮮やかなんですよ。すごく綺麗で、当時見てた色よりもやっぱり技術が上がってるのか、綺麗なシーンは綺麗で、こうドヨーンとしたところはさらにドヨーンとっていう感じで、すごくメリハリがある映像だったので、昔の過去の映像のまま止まってる人はぜひブルーレイで一回見てほしいなと思いました。それぐらい映像綺麗です。昔作品の打ち上げでジブリの背景の方とちょっとお話ししたことがあって、その時に言ってたのが、映像が綺麗になりすぎて紙の質感まで見えちゃうことがあるっていうことを話してて、で確かにその当時のブルーレイのやつはそう見えたんです。僕もそう見えたのを感じたんで、おそらくそうだったんだと思うんですけど、今出てるものに関しては多分新しいチューニングされてるんじゃないかな。なので今出てるブルーレイの最新版のやつは買いなんじゃないかなと思います。特に過去のやつとかは非常にいいものになってるのではないかなと思いますんで、ぜひ皆さんお財布に余裕ある方は買ってみてください。で、値段で僕びっくりしたのは入場料の安さですね。大人1000円で、中高生は700円で、小学生400円で、幼児は100円っていう恐ろしい安い値段設定で、美術館自体はこれでやっていけるんだっていうほど、あと混雑具合もすごくね、ちょうどいいんですよ。激混みじゃなくて適度に見れる、本当に計算されて、もう何年も経ってるじゃないですか、ジブリ美術館オープンして。で、当時はもうちょっと混んでたんですけど、今はそこの人数制限をすごい絶妙なバランスでされてて、非常に見やすかったですね。ストレスなく中を見学できるんで、素晴らしいですよ、本当に。外国人多いですけどね。ただ日本人もいっぱいいますので、全然外人だらけってわけではないですけど、めちゃくちゃいいです。スタッフの人もね、みんなニコニコしてて感じのいい人ばっかだったんで、やっぱジブリ好きなんだろうな、こういう人はっていう感じです。人柄もめちゃくちゃ良かったです。むすったれた店員さんはいませんでした。あれやっちゃダメこれやっちゃダメっていうのも本当特になくて、子供たちが楽しめるようなコンセプトでやってるんでしょうね。係の人も見守っているっていう感じの雰囲気ですね。カリカリした人本当にいなかったんで、僕はそういう雰囲気めちゃくちゃ好きなんで、なんかいい空間だなと思って。もう最近ね、あれやっちゃダメこれやっちゃダメ多すぎて窮屈ですよね。僕大嫌いなんで、ああいうマインドが。はいすいません、愚痴になっちゃいましたけど、多分僕の性格上神経質すぎる人とはあんまり仕事合わないかもしれないですね。みんなそうっすかね。今度蛍の墓の模写でもしようかなと思います。理由はさっき言ったブルーレイがすごく美しかったので、そこの中から1枚選んで作業しようかなと思います。前々回ぐらいにラピュタの模写もしたんですけど、二蔵さんの模写は今まで少し避けていた部分はあったんで、それはタッチの数が多いんでやっぱり時間がかかるなっていう個人的な原因でやらなかっただけなんですけど、現代美術であまり見ない色合いになってるなと感じたんで、
で、これは一ついい機会かもしれませんので、ちょっと再現しようかなと思います。で、僕ジブリ模写やってるんですけど、自分の鍛錬にもつながってるんですよね。特にタッチ運びっていうよりかは色使いの面ですごく勉強になっています。前回もどっかの動画でも言ったんですけど、この場合この色使ったら合わないんじゃないかっていうメンタルブロックの部分をジブリ模写をやることによって剥がしていってもらってるっていう。なので自由度がどんどん色使いに関しての自由度がどんどん上がってるんですよね。本作業でも。今赤みをすごい意識してて、ただずっとそれが続いてたんで、ちょっと青みの方の意識も少し入れたいなと思って、二蔵さんの模写ちょっと楽しみですね。どういう感じに自分の色合いが変わっていくかは混ぜてみないとわからない。本当に絵の具と一緒っすよね。いろんなものを試して自分に合ったものを探していくっていう果てしない旅がまだ待っております。ここの緑の部分なんですけど、僕の癖でやっぱりこう埋めちゃうんですよね。タッチでこういうところも葉っぱを見てるとツンツンつぶつぶしてるんで、やっぱり同じ表現としてこう潰したくなっちゃうんですけど、小賀さんとかはここら辺の省略めちゃくちゃものすごくうまいんですよね。ただ作品の向き不向きもあるとは思うんですけど、抜きすぎてちょっと物足りなくなっちゃったりとか、小賀さんレベルではないのかもしれないんですけど、自分がやると手抜きに見えちゃったり、特に新人の人が小賀さんの真似するとやっぱりただ抜きっていうか雑に見えるだけなんで、そこのバランスってすごく難しいですよね。抜いていい状態のまま放っておける能力は本当にベテランならではの能力かなと思います。僕もところどころできてるところとできてないところあるんですけど、やっぱり書いちゃうんですよね。不安になって。これは性格なのかもしれないですけど、初めからできる人も全然いるんですよね。で、僕らの見え方がやっぱそこまでいってないのか、どうやったらあの領域までいけるんだろうっていつも思ってます。こういう窓の中の処理って皆さん迷う方いっぱいいると思うんですけど、ある程度もう法則があって、明るいところから暗いところってほとんど見えないんですよ。なのでデジタル作画でよくある見えすぎちゃう問題があるんですけど、描きすぎちゃう暗い部分も普通に見えるように描いちゃうみたいな現象が起こってしまうので、そこはもう潔くぶっ潰して、でここではそうなんですけど、ライトがあるところにだけ向かって集中的にこう加湿していくっていうのが自然な描写の方法かなと思います。でガラスがあるとさらにまた反射が発生して、この上のところもそうなんですけど、こういう風にいろんなものが反射してくるっていう描写を描いてあげるとすごくいい感じになると思います。でこういうエッジの部分も質感を表現する、重要なポイントかなと。こうつぶつぶ入れるだけで全体に質感入れなくても大体そういうもんだっていう認識になるっていうちょっとしたテクニックでもあるんですけど、下地がベタっぽくなりすぎてるとあまり効果ないんですけど、紙の質感を残したようなブラシで下地を入れとくと、このつぶつぶだけでなんとか持ちこたえれる。目がそれで保管してくれるって感じですよね。ちょっと難しいって思う方いると思いますけど、こう集中的に何箇所かにちょんちょん入れとけば割とそういうことかと思ってみんな見てくれるんで、この際のところとあとところどころですね、本当に少し入れるだけで大丈夫で、うるさくなったなと思ったら、デジタルなんで消せばいいだけ。初めの頃は別レイヤーにしとくとかいろいろ対処はできると思うんですけど、それでこのガラスのはまってる反射の描写なんですけど、これすごくポイントで世界観を広げるいいギミックかなと思ってます。やってる方やってない方それぞれいるんですけど、僕は率先的に現在の背景業務ではやってる処理になりますね。ここの世界で見えている逆側の世界、カメラと反対側の描写を、ざっくりで入れられるっていう。難しく考えすぎるとでちゃんと描写しようと思いすぎるとしんどくなってくるんですけど、さっきぐらいのディテールで全然問題ないと思うんですよね。なので本編作業とかいろんな背景業務で出てくる場合、ガラスの表現いっぱいあると思うんですけど、その場合は挑戦してみることをお勧めします。シルエット処理でなんとかなると思うんで、色も大体その空の色と、あとそこにぶった切る、シルエットになる建物だったり木だったりを
ど、ワントーンでも全然問題ないと思うんですけどね。空とシルエットの濃淡だけで全然表現できると思いますので、ちょっと表現してみてください。とっても面白いポイントかなと思います。やるだけでだいぶ世界観広がりますんで、見てる人の説得力も全然違くなるので、コスパのいい処理と僕は思ってます。で、このジブリ美術館にある背景美術に関しての早尾さんの言葉が飾られてあるんですけど、それ何かっていうと、美術とは品であるみたいな言葉なんですよ。で、昔はあんまりピンとこなかったんですけど、今になるとようやくなんか腑に落ちるというか、確かにそうだなと思うところはあります。小さい時からアニメーション見てましたけど、やっぱりセルにばっか目いってましたよね。背景見るようになったのはこういう職業ついてからになってからなんですよ。その場所の雰囲気がいいなとか、いい場所だな、行ってみたいな、この世界好きだなって、そういう感情をもらってたんで、多分その思考って背景から来る情報だと思います。あと没入感もめちゃくちゃ背景の影響が大きいかなと個人的には感じています。背景画で結構僕は大事だなと思ってるのは、余白のスペース、少しその書き込まれすぎていない部分が僕的には必要だなと思ってます。全部ガチガチに書き込まれてると想像力を使う場所がないんですけど、なんかこの絵でもそうですけど、その中、室内の中全部書き込まれてないじゃないですか。そういう要素っていうのがないと、見る人のワクワクをそそらないと個人的には思ってて、いいんですよ。いっぱい書かれてる世界観も分かりやすくて。ただ僕個人的にはやっぱり自分が想像できるものは想像したいとか、あと見る方も少しクリエイティブな要素を残しておくっていうのが飽きずに見させるコツかなと、勝手に自分の中で保管して魅力的なものを勝手にそれぞれで想像してもらうスペースを残しておく。狙ってできるもんじゃないとは思うんですけど、なのでこういう書き込みすぎてしまう部分とか、自分的には反省しなきゃいけないとこいっぱいあるんですけど、ちょっと矛盾してる部分も含みつつ、未開拓の部分がその見る人の想像を広げているっていうのが言えるかなと。で、このジブリ美術館もそうなんですけど、入った瞬間ってすごくワクワクするんですよね。いろんなところがあって、まだ全然体験できてないものが目の前にバーッと広がってて、あそこも行ってみたい、ここも行ってみたいみたいな部分がめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、ジブリ美術館って。ただ実際にね、回って行きたいところに行くと、こんな感じだったのかとか、全部把握した時点で結構寂しくなっちゃうんですよね。そっか、こんな感じだったのかと。で、やっぱり最初のこう入り口入って階段降りていった時のワクワク感はやっぱりまだ見ぬところへの余白部分のワクワクがあった。あの頃が一番いい状態っていうかね。はい。ただ欲望を満たしていくとどんどん目減りしていくんで、書き込みも同じ感じかなと思います。書き込めば書き込むほど見る人の想像力をどんどん奪っていってる状態だと思うんで、やりすぎ注意って感じですよね。いい塩梅で残しとくっていうのがやっぱり匠の人がやってる技術かな。言語化するとそんな感じなんですけど、実際できるかって言われたらちょっと謎です。そこへ目指して向かっていきたいなと思ってます。なので美術の役割としては第一印象でワクワクさせることができれば大成功だと思います。はい、そろそろ完成になります。デジタルラボ本年もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。最後写真ちょっとだけ出しますね。こんな感じになりました。はい。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。